ちは。ようこそ。こちらはゲーミングイン ASMR。今回ですね、クリックしていただいてありがとうございます。こちらの動画にクリックしていただいてありがとうございます。今回ですね、僕のチャンネルではジオゲッサーが一番人気なんです。だから僕が好きな地理と日本を混ぜて日本語で地理をやっていきたいと思います。イエーイ。もうお分かりになると思いますけど、本日の動画は全てで日本語で喋っていきたいと思います。それでは始めましょうか。こちらは日本の地図なんですけど、日本では47都道府県があるんです。だから僕やっていこうかなと思ってるのはさ、ここの件をクリックしながら僕の思い出とか意見とか好きなところ、その都道府県についての好きなところを言っていこうかなと思っております。じゃあ始めましょうか。じゃあ一回ページをリフレッシュしますね。はい、じゃあ行きましょうか。最初は神奈川県なんです。ここにマウスのところに都道府県が出てくるんですけど、ここは神奈川県なんです。実はね、僕神奈川県に住んでいました。今は現在は住んでないんですけど、3、4年前に4年か4、5、6年前ぐらいに神奈川県に住んでいたんです。神奈川県の川崎市に住んでいたんです。とても素敵な街なんです。僕ね、もともと日本に来た理由は音楽を勉強しようと思ったことで日本にやってきたんです。で、神奈川県にある音楽大学で勉強しました。日本語も音楽も勉強したんです。から神奈川県はこちらなんです。その次はね、こちらは福島県は僕自身行ったことないんですけど、10年前の東北の大きな地震があったんです。福島県かなりやばかったんです。やばいことになったんです。原子言葉忘れたんだけど、原子のパワープラントっていうことで、それは絶対間違ってるけど日本語で出てく書いておくんですけど、結構やばいことになったんです。そうしようか。ちょっと待ってね。そうしようか。こうやっていこうかな。わからない。発電所ね。福島県に発電所が結構やばいことになってたんですけど、今現在はもうマシになってます。その次はね、栃木県はここにあります関東、北関東なんですけど、僕栃木県通ったことはあるんですけど、泊まったことはないんです。栃木はここにあります。その次は山梨はここなんですけど、僕は自身行ったことないんですけど、山梨と静岡、この下の県静岡っていうんですけど、山梨と静岡はの境界に富士山があります。富士山だから山梨県と静岡県は富士山を共有してる。ここね。はい、次はですね、奈良県は関西という地方にあります。
。喋ろうかなって、ちょっとめちゃくちゃ悲しいニュースがあってたんで、最近にね、奈良県にな、元総理大臣安倍さん、めちゃくちゃ悲しいニュースになってたんですけど、安倍さんかな、この前奈良県奈良市に暗殺されてたんです。めちゃくちゃ悲しいニュースですけど、ちょっと飛ばしますね。奈良県っていうところはすごく穏やかで優しい人々がすごく集まってるね、もうとんでもないショックだったんですけど、ほんまに奈良県にいてほしいんです、皆さん。でね、奈良県といえ鹿なんです。鹿が多いんです。鹿せんべいあげたりとか、鹿めちゃくちゃ可愛くて優しい、優しいっていうか、可愛くて、いろんなジェスチャーしたら、鹿せんべいさんこうやって持ったらさ、ペコってしたら鹿もペコってしてくれる。めちゃくちゃ可愛いんです。めっちゃいい街なんです。あと大仏が有名、めちゃくちゃ大きい大仏があるんです。こうやって大仏こうやって持つんですけど、奈良は昔の首都になるんですけど、今の首都は皆さんわかると思うんですけど、東京なんだけど、東京の前の首都は京都で、その前の首都は奈良だったんです。奈良はすごくいい県、すごくいい町なので、すごくおすすめしますね。ぜひ奈良県に行ってくださいね、皆さん。その次はね、岐阜なんです。僕は岐阜通ったことあるんですけど、泊まったことはないんですね。休憩ストップぐらいかな、車運転して休憩ストップ岐阜泊まったことはあるんだけど、泊まったことはない。はい、次ですよね。次は岩手はね、そうだと思うんだけど、間違ってるかもしれないんですけど、岩手県はね、大谷選手って皆さんご存知ですかね。ちょっと飛行機ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさい、飛行機飛んでたんです。次は岩手になるんですけど、皆さんご存知ですかね。大谷選手、今ロサンゼルス・エンジェルス、アナハイム・エンジェルスで活躍してるんですけど、大谷選手の出身は岩手県やと思います。間違ってるかもしれないですが、間違ってたらごめんなさいね。でも確か岩手県やったと思います。で、その次は佐賀県。僕ごめんなさい、佐賀県については全く何にもわからないんです。佐賀県何があるかな。佐賀の方いらっしゃいましたらどうぞ名物とか観光スポットをコメントしてくださいね。僕は佐賀県あんまり何も知らないんです。その次は山形も東北なんですけど、僕も山形あんまり何も詳しいこと知らないんです。ごめんなさいね。その次は愛媛県はこちらにあるんですけど、僕ね、ここの4つの都道府県は四国って言うんですけど、僕は四国行ったことないんです。絶対ぜひ行ってみたい。奈良県はそんな遠くないのでさ、車で旬で行けると思う。特にここの徳島、
じ宮なんだけど、僕間違えてたんです。同じ宮やけど、宮城はこちらにあるんです。仙台なんだ。同じ漢字が一緒なんだけど、後で言うね。宮城は関東、東北にあります。こちらになります。次は滋賀。滋賀はね、関西にあります。1回か2回は行ったことあるんですけど、関西の中では僕自身回数が一番少ないんです。関西の中ではね。でも一番大きい、湖があります。琵琶湖っていうところですけど、ぜひいい観光スポットになるので、ぜひ皆さん行ってみてくださいね。琵琶湖。その次は愛知は僕何回も行ったことあります。愛知が大好きなんです。愛知にね、めちゃくちゃでっかい都市があるんですけど、名古屋という都市があるんですけど、名古屋都会ね、ぜひぜひ皆さん行ってみてほしいんです。僕ね、都会あんまり好きじゃないんですけど、東京もあんまり合わないんです。東京は僕ね、あんまり合わないんです。あとは大阪、僕あんまり合わないんです。大阪市と東京とね、あんまり合わないんだけど、名古屋はすごく大好きです。めっちゃくちゃ都会は都会なんだけど、なんていう、僕がすごく料理も美味しいし、人は結構優しいし、運転結構荒いなんです。好き。僕はアメリカ人やから、その運転荒さはやっぱり似てるですね。似てる。その次は富山県。ごめん、僕あんまり行ったことあんまり何も知らない。自然がたっぷりとは聞いたことあるんですけど、僕は行ったことないんで、僕ね、ごめん、車通ってたんです。僕ね、奈良県から出発で旅行行ってたんですけど、シューンって奈良から京都から滋賀から福井から石川で石川の金沢で一泊二日やったかな、泊まって、でその次の日富山通って岐阜からシューって通って名古屋行って、で名古屋から帰ったんですけど、富山はちょっとピチってちょっと入ってたんですけど、ごめん、僕はあんまり富山県について何にも知らないんです。その次は沖縄はめちゃくちゃいい県なんです。海がもうとんでもない綺麗なんです。ぜひ皆さん沖縄行ってみてください。料理も美味しいし、民族も優しいし、民族も優しいし、市民も優しいし、料理も美味しいし、海も綺麗し、ぜひおすすめします。その次は鳥取県。鳥取県について僕何にも知らないんです。ごめんなさい。その次は石川、金沢、前の話やけど、さっきした話なんですけど、石川県、魚はめちゃくちゃ美味しいです。おすすめします。石川県の浜、そのビーチも魚も美味しいんです。絶景たくさんあります。はい、その次は高知県。僕と高知県は行ったことないんですけど、行ってみたいです。魚美味しいって言われてます。わからないですけど、わからない。はい、その次は埼玉は東京の上なんだけど、僕は何回も行ったことあります。先ほどお話ししたんですけど、僕神奈川に住んでいた時に、神奈川、東京、埼玉は近い、その3つの県は近いから何回も行ったり来たりしてます。はい、ごめんなさい
次は静岡。静岡もめちゃくちゃいい県なんです。昔僕の友人が静岡に住んでて、富士山も綺麗やし、魚もめちゃくちゃ美味しい、ラーメンも美味しい。静岡ぜひぜひおすすめします。その次は大阪。僕の住んでる奈良県の隣の県になるんですけど、僕大阪ね、何回ももう毎週行ってます。仕事とかバイトで毎週行ってます。大阪はね、人が優しくておもろいね。おもろい。僕都会はあんまり好きじゃない。どっちかというと東京と大阪、どっちかというと大阪派なんです。僕はめちゃくちゃ人がおもろくて、優しいです。大阪はいい街です。その次は東京です。東京は多分僕が行ったこと都道府県の中で一番下ランキングやと思います。都会あんまり好きじゃないです。はい。でも首都だからいろんないいところあります。いろんないいところあります。首都だからね。はい。次は青森県。青森県といえばリンゴなんです。リンゴはとても美味しいです。僕行ったことないんですけど、青森リンゴは美味しいと言われてます。次は香川。すべての都道府県の中では香川県は一番小さいなんです。僕は行ったことないんですけど、ぜひいつか行ってみたいと思います。次は大分なんです。大分は九州にあります。九州にあります。僕大分県行ったことないんですけど、自然が綺麗と言われてます。次は兵庫。神戸市。聞いたことある方多いと思いますけど、神戸牛、和牛ね。神戸が都会の中、先ほど言ってたんですけど、僕ね、都会はあんまり好きじゃないんですけど、名古屋は好き。あと神戸僕結構好き。いい街なんです。兵庫県もちろん神戸もあるし、城崎温泉ちょっと北にあると思いますけど、ここの北のところにあるんですけど、城崎温泉めちゃくちゃ有名なんです。温泉が揃ってます。揃ってる街。城崎温泉おすすめします。行ってみてくださいね。次は熊本はこちらの県なんですけど、熊本県僕行ったことないんですけど、日本に台風よく来てます。台風がこうやって下の海から、ここの海からぐるぐるって入ってくるんですけど、ぐるぐるで、残念ながら九州結構やばいんです。台風毎年ぐるぐるって来てくるから、で関西関東当たるときにちょっと弱まってるかな。シューって弱まってるんですけど、九州は結構ね、ガッツリガーンって台風が来るから、熊本ここの3つの県気をつけてくださいね。もし住もうと思うなら。次は岡山。僕岡山行ったことないんです。通ったことある、新幹線で通ったことあるんですけど、泊まったことないんです。その次は和歌山は関西にあります。ここの下の県なんですけど、和歌山海鮮丼うまいです。魚はうまい。日本はね、島国やからほぼどこ行ってもお魚は美味しいんですけど、寿司とか海鮮丼とか美味しいんですけど、ここのね、海岸がわーって海岸めっちゃあるんです。和歌山、あと新潟もね。だから魚美味しいんです。熊本城じゃないわ、和歌山城も綺麗なんです。僕は和歌山城行ったことあり
北関東にあります。北関東にあります。通ったことはあると思いますけど、泊まったことはないんです。だから茨城県あまり何もね、わからないね。次は福岡。福岡は九州にあります。僕、福岡行ったことあります。行ったことあります。福岡といえば、ラーメンなんです。ラーメン。ラーメン、ラーメン、ラーメン。ラーメンはすごく美味しいんです、福岡。新ラーメンやったかな。めっちゃくちゃ美味しかったんで。あと、屋台ラーメンも美味しいんです。屋台ラーメン。おすすめします。食べてみてくださいね。次は長崎。長崎、ごめんなさい。あんまり何もわからないんですけど、いい県だと思います。オランダの、なんだっけね、フーステンボーシュだったかな。オランダ系の町があるんですけど、僕、いつか行ってみたいんです。まるでオランダの町に似てると言われてます。次、北海道。北海道はね、一番でっかい県は県じゃないやな。都道府県の道なんですけど、北海道、北海道。一番でっかいなんです、ここで。牛は美味しい。ミルク、牛乳ね、も美味しいし、果物とか、農業が多いんですかね、北海道は。おすすめします。あと、札幌ビール、札幌ビール。めちゃくちゃ美味しいんです。札幌ビールをおすすめします。次は京都。京都はこれなんです。実はね、奈良から僕日本に来た時に奈良に住んでて、で、音大行って神奈川にな。で、その音大が終わった京都に戻って、京都でちょっとだけ仕事して、やっぱり奈良がいいって奈良戻ってきたんですけど、京都2年間住んでいたんです。京都の祇園っていうところなんですけど、日本人にとってすごくとても高級なところなんですけど、僕そんな安いマンション賃貸借りてたんですけど、京都歴史がたっぷりある町なんです。金閣寺とか伏見稲荷神社とか清水寺とか、もうたくさん並んでます。たくさんあります。八坂神社とか、ぜひおすすめします。昔の日本の歴史を見たい方は、昔の歴史を見たい人はぜひ行ってみてください。京都。次は山口。山口は本州。ここは本州って言うんですけど、本州の一番南にある県。南っていうか、南西ですかね。一番南西にあります。山口県です。山口。次は福井県。福井県。お米は有名だと思います。お米、福井県。福井県と、ここの新潟県と秋田県。この3つの県、お米が有名なんです。次は秋田。秋田県はお米は有名です。結構田舎なところなんですけど、遠く行ってみたいんです。僕、行ったことないんです。ね。ここは秋田県、ここ。で、あと新潟ね。そう、3つの米。次は新潟、お米なんです。有名な。鹿児島は沖縄以外ね、一番南にある県ですけど、友人がここのちっちゃい島、名前忘れてたんですけど、ここでコーヒーを焼いてます。ここでコーヒーを作って焼いてます。ここのヒューチュビってところ、鹿児島県にあるんですけどね。その次は徳島はここです。四国行こうと思うなら徳島県から入らないとダメなんです。
島根自然がたっぷりな町だと県だと思います。自然がたっぷりな県です。僕行ったことないです。あと群馬県、友人住んでます。群馬県にとてもいいところなんです。南米人が多いんです。南米人だからペルー料理とかブラジル料理とか、ちょっと飛行機が飛んでるね。はい、ごめんなさい。お待たせ。ごめんなさいね。次は群馬県なんですけど、群馬県こちらなんです。群馬県にはたくさん南米人がいます。だからブラジル料理とかペルー料理めちゃくちゃ美味しいんです。群馬おすすめします。あと宮崎さっきの宮城と間違えてたんですけど、宮崎は九州にあります。僕行ったことないんです。ごめんなさいね。あと広島といえば広島焼き、お好み焼き美味しいです。僕広島行ったことないんですけど、いつかその原爆地っていうんですかね。いつかそこに博物館建てられてるんですけど、そこの博物館いつか行ってみたいんです。行ったことないんですけど。あとは長野県は北海道の次のでっかい県やと思います。長野か岩手やったかな、忘れたけど、長野県かなり大きいです。僕長野県行ったことないんですけど、スキーは、冬にスキーは有名だと言われてるんですけど、スキーで、最後は千葉県はこちらにあります。千葉県には東京ディズニーランドがあります。千葉には東京ディズニーランドとディズニーシーがあります。なぜ東京ディズニーランドと東京シーを言うんですけど、千葉県にあればっていうのに千葉県にある、わからない。でもディズニーランドもディズニーシーすごく楽しいです。ぜひ行ってみてくださいね。おすすめします。はい、それでは98%で32分。ごめんなさいね。ちょっと宮城と宮崎をちょっと一緒で同じ宮やからね。でも皆様どうでしたか？本日の日本